なんだか最近疲れやすい、お腹の調子が悪い、肌が荒れる、その原因小麦粉かもしれません。いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は今まで2回ね、4毒について油とお砂糖やってきました。本当はね、その2つで終わりにしようかなと思ったんですけど、4毒っていうぐらいだからね、4つともやっちゃおうと思って、今日は小麦粉についてお話ししていきたいと思います。小麦粉、いつもね、食べてますよね。体にとって本当に必要なものなのか。毎日食べてるあのパン、あの麺が実は体調不良の原因となっている可能性があります。どうしてね、小麦粉、もう日常的に食べてる食卓に並ぶ食材ですよね。それが4つの毒の1つに数えられているのか。特にね、小麦粉は精製されているものが多いです。真っ白なね、小麦粉、真っ白なパン、真っ白なうどん、ラーメン、そういうのにね、使われております。このね、精製された小麦粉っていうのが栄養がほとんどなくて、パン、うどん、パスタ、お菓子、天ぷら、クッキー、日常あらゆる私たちの身の回りの食事にね、含まれております。あとは腸内環境の悪化、下痢、便秘、そこから引き起こされる肌荒れにつながります。あとはね、小麦に含まれるグルテン、これがね、良くない。グルテンは消化されにくく、腸を荒らす原因になっています。だから、腸内環境が悪くなる、そうとも言えますよね。当たり前すぎてね、これが毒って誰も思わないですよね。ですが、これらを食べていると、こんな不調を引き起こすと言われております。血糖値の上昇、インスリンの乱れ、それから引き起こされる疲れやすさ、だるさ、体調不良ですよね。慢性疲労、皆さん慢性疲労、ただの疲れだと思ってませんか？もしかしたらそれはうどん、ラーメン、朝食べたパンが原因かもしれません。で、このグルテンっていうのがどういうふうに腸に悪いのか。アメリカだとね、結構どこのカフェに行っても、こちらはグルテンフリーのパン、こちらはグルテンフリーのクッキー、ケーキっていう感じでね、グルテンフリーは当たり前のものになっています。グルテン気にしないよっていう人は、普通の小麦粉でね、作ったパンを食べればいいし、私はグルテンをカットしたいっていう人向けに、ちゃんとグルテンフリーのものがね、売られています。このね、グルテンっていうのが、小麦に含まれるね、もちもち感、パンとかね、そういうのをもうもちもちさせる成分の一つなんですね。パンをね、自分で作ったことのある人はわかると思うんですよね。小麦粉をね、手でこねていくとどんどん粘り気が出てくるんですよ。それがグルテン。実はこのグルテン、人間の体では消化しづらく、人によってはね、腸に大きなダメージを与える原因となっています。特にね、注目されているのが最近よく聞くリーキーガット。私がやめた3つのことっていうビデオの中でリーキーガットのことちょっと触れております。リーキーガットはね、日本で言うと腸漏れ症候群なんて言われていてね、そのもちもちのね、成分、腸で分解されにくい成分なんですね。それが腸壁にペタッとスライムみたいなもちもちが腸の周りにペタッとね、へばりついて、そこのへばりついたところがね、腸がやっぱ炎症しちゃうんですよ。そうすると腸壁に穴が開いて、そこから未消化のものとかがね、その腸から外に出てはいけないものが出て、人間の体ってね、すごいんですよ。これはここにはいてはいけないものだってね、体が察知すると、それが免疫が働いてね、それをアタックしに行くわけですね。免疫ってすごいんですよ。体を守ってくれてます。でもそれが暴走してしまうってね、もうパニックになっちゃうんですよね。こんなところにこんなものが入ってきた、アタックみたいな感じでね、暴走します。するとその結果、体にアレルギー反応、今の季節だとね、結構花粉症ですとか肌荒れ、鼻炎、アトピー性皮膚炎、あとね、謎の疲労感、慢性疲労ってやつですよね。
もういつも疲れてる、集中力の低下、あとは自己免疫疾患、まさしく私ですよね。シェイクレン症候群患っております。リウマチとかね、関節炎、そういうものになっていきます。あと甲状腺のトラブル、もうこういうポイントで体のね免疫が戦ってくれてるんですよね。あとは腸内環境の悪化、便秘、下痢、お腹が張る、ガス溜まり、よくありますよね。私も結構ありました。私はね、あんまりご飯が好きではなかったので、日本でもね結構パンを食べておりました。あとパスタ大好き、うどん大好き、麺類でね大好きでした。まあどっちかっていうとお米よりも小麦を取ることがね多かったんですけれども、やっぱりねずっと便秘に苦しんでおりましたね。お腹が張る、もう便秘っていうのはね本当に体に一番悪いことですので、それの原因がね実は小麦だったかもしれないって今考えると思います。特にね朝パン、小麦系の朝食、トーストね食べている方、菓子パン食べている方、やめてみましょう。お腹が張る、疲れが抜けない、肌の調子が悪いっていう方はね本当に知らずのうちにそうやってねリーキーガット、腸漏れしている可能性があります。今言ってきたポイントをね心当たりある方たくさんいるかなと思います。耳が痛い、だからこそ、グルテンを減らすっていう選択肢は、ただの流行、一時のね流行りっていうだけではなくて、腸を守るイコール体を整えるっていうことのね大事な一歩なのかもしれません。パンも食べちゃいけない、麺類もダメ、じゃあ何食べたらいいのっていうことなんですけどね、ちょっと怖いよね。考えるだけでも何にも食べれないじゃんって思っちゃいますよね。私もね麺類が大好きなので、特にねうちの旦那さんはイタリア人です。パスタね大好き。旦那さんの作ったねトマトソースとかね本当に美味しいので、私はね結構それをグルテンフリーのねパスタを使っていただくことが多いです。前回の糖質のねところでもお話ししたんですけども、グルテンフリーのね小麦粉、グルテンフリーのパスタとかね、市販で普通にスーパーに行ったらね手に入るような状態になっていますので、そういうのを選択するっていうのはね一つの代替案になると思います。米粉、私もね米粉で作るきなこ蒸しパンっていうねレシピ動画も出しております。それもねバターも使ってないし、ただねきなこ、あとその米粉、あと卵かなを使って蒸しパンを作っている動画になりますので、ぜひぜひ参考になさってください。あとはねご飯、日本だとねやっぱご飯ですよね。私はあんまり自分がご飯が消化しづらいっていうのがねあるのであんまり取らないですけど、それにね重五穀米ですとかもち麦とかをね混ぜていただくことも多いです。玄米やね雑穀を使って主食をパンや、麺類からね置き換える。あとは私大好きなねオートミール。オートミールはね本当に体に良い。私はねオートミールを食べれば便秘がねすぐ解消するので、ちょっと最近詰まってるなと思ったら2食ぐらいオートミールを使って食べております。そうするとねすぐ出ます。そう、オートミールはねおかゆみたいな感じで食べてもいいですし、私はお水を少なめにしてちょっと固めにね仕上げたオートミールをご飯代わりにしていろいろそれでキムチとかねそういうのを食べたり、丼物とかねカレーを食べる時もオートミールを米化したものをご飯の代わりに食べております。あとはねそれをねもっと粉状にしてクレープを作ってみるとか、あとはお好み焼きもねそれでね結構作ってる方も見たことあります。私はねお好み焼きはねあんまりそんなに食べたいっていう欲求にはならないので作ったことはないですけど、そういう感じでねパンケーキなんかもねできると思います。私もね実際パンケーキが大好きなんですよ。そうでもパンケーキねちょっとそれをグルテンフリーの小麦粉にね変えて作ってみたりとかして
まあね、ちょっとお腹の張りとかね、便秘とか、あと最近ね、肌荒れも、完全ではないですけど、グルテンレスの生活にするようになってから、結構ね、ここ2、3年ずっとこの辺、鼻の周り、あとは耳の後ろとかね、脂漏性皮膚炎がひどくて、もうずっと治ってはまたなり、治ってはまたなりっていうのをね、2、3年続いてたんですけど、これはやっぱりやめようと思ってね、やめてみて、肌の調子ね、だいぶ良くなりました。季節によってとかね、肌のね、ちょっと免疫力が落ちてる時とかは、やっぱりちょっとプツプツってね、痒くなったりとか、ちょっとした化粧品でね、荒れてしまうこともあるんですけど、以前ほどの本当にね、ガビガビのね、本当に皮むけがひどい、痒くてどうしようもないみたいな、そういうことはなくなりました。やっぱりね、腸に影響してるんだなっていうのを実感しております。そうやってね、食事っていうのは毎日のことじゃないですか。なので、塵も積もればじゃないですけど、本当にね、当たり前のことすぎて気づかないことってやっぱり多いんですよね。当たり前にちっちゃい頃から食べていたこれが自分の体に悪かったっていうことはあんまり考えないと思うんですよ。でももし体にね何かしら不調があって、それがずっとアレルギーがある、アトピーがある、あとはお腹のね調子が悪い、いつも疲れてる、そんなね症状不調がねあるっていうことは、何かしらやっぱりね自分が食べているもの、飲んでいるものが原因って考えるのは一つの案だと思うんですよ。お薬っていうのはね、それを打ち消すだけのもので根本的な改善にはならないので、やっぱりね食生活を見直すっていうことは本当に自分の健康をね、体を守る上では大切なことかなと思います。なので当たり前すぎる自分の食事、いつも食べてるもの、主食だから、みんなが食べてるから当たり前のようにあるものをちょっと疑問視してね、ちょっとやめてみる。もうゼロにできなくても毎日食べているんだったら、それを週にね 2,3 回にしてみる。あといつも何気なく食べていたお菓子とかね、小麦粉でできてるのかこれは、じゃあそれを米粉に変えてみようみたいな感じでね、置き換えてみると、もしかしたらあれっていつの間にかその体調不良がね治っている可能性もあるかもしれません。ちょっとした選択で未来のね体が変わっていく可能性があるので、ちょっとだけ見直してみましょう。実際うちの母はね、いつもお腹壊してるんですよ。だけど朝はトースト派、毎朝トーストを食べております。なので多分ね、お母さんはグルテンアレルギーなんじゃないかなと思います。お母さん見てる？あなたはグルテンアレルギーなんで、その朝のトーストやめてください。ということでね、今日は4読シリーズの小麦粉についてお話ししてみました。小麦粉っていうのはね、本当に身の回りに溢れてて当たり前のように何にでも使われてるので、例えばね、パンを食べなくても調味料の中に入ってたりとかね、なので完全に自分の生活からは切り離すってことは難しいかもしれないですけど、もう目に見えてね、ザ・小麦っていうものをちょっとずつ排除していくと、体の不調が良くなって健康になるんだったらね、ちょっとそういうのにねトライしてみるのもいいかなっていう、そういう提案になります。次回はね、乳製品、最後のね乳製品についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひぜひ高評価とねチャンネル登録、あとはねベルマークの通知ボタン、これ一回言ってみたかった、ベルマークの通知ボタンをね押して待っていてください。それではまた次の動画、乳製品でお会いしましょう。またね、バイバイ。